おはようございます。寝ても覚めても塗装が大好き俊也です。今日はワイパーアームとプラスチック部品を専用塗料を使って塗装していきたいと思います。このヤフオク15万円で買ってきた JA22 ジムニー、オールペンもしてガラスコーティングもかけて、パッと見はねすごく綺麗なんですけども、綺麗になった分ところどころ粗が目立つようになったというか、気になる部分が出てきてしまいまして、ミラーとか、あとカウルトップとかプラスチック部品の白ボケが気になるようになってしまいました。もともとは白く粉を吹いたような状態で白ボケていたプラスチック部品、コーティングをかけたことによって一時的に黒々としたツヤが復活しました。コーティングかけた時はね結構ツヤツヤして綺麗だったんですけど、落ちてくるというか、また白ボケが戻ってきちゃうような感じで、あまり長続きしないんで、こういうのも気になっちゃうし、ワイパーアームですね、こっちの運転席側は錆が出てきちゃったりしてます。でこれもねちょっと見た目があまり良くないし、このままだとここで錆汁が出てボディにどんどん垂れていってしまうんで、そうならないように綺麗に塗って直していきたいと思います。ということでまずは、ミラーとかあとワイパーとかを塗装できるように外していきたいと思います。ワイパーを外す前にマスキングテープで印をつけておきます。取り付ける際の位置決めです。塗装する部品が揃いました。ワイパーとミラー、そしてカウルトップです。このまま塗装しても塗装がきれいに仕上がらないんで、下地作りをやっていきます。こういうね汚れを落としたりとか、あとプラスチックの表面についてる油分とかを洗剤を使って落としていきます。使っていくのは関西ペイントのウォッシュコンパウンドです。ワイパーアーム3本あるんですけど、3本のうちこの1本だけねなんかものすごく錆びがすごいんで、まずは錆び落としからやっていきます。120番のペーパーでとりあえず錆をねしっかりと落としていきます。綺麗に錆が落ちました。そんなに深くなくてよかったですね。このままだとこの120番のペーパーを当てたところがねちょっと金属の表面がこうガサガサしてるというか、ペーパー目が出ちゃってるんで、これを240番のペーパー当てて、でさらに400番当てて目を細かくしていって表面をつるっと仕上げてあげます。金属は水をかけると錆びてしまうので、基本的に水洗い NG なんですけど、専用洗剤で洗ってあげれば表面にリン酸皮膜っていうのができて逆に錆びにくくなります。洗った後はしっかり水分を乾かしてあげます。余計なところに塗料がつかないようにマスキングをしていきます。
脱脂をしていきます。今回は塗装しやすいようにミラーを台に固定してみました。今回使っていくスプレーはユニコンの PP バンパースプレー 960E っていうのを使っていきます。このプラスチック部品ね、材質が PP なんで塗料がねめちゃくちゃ食いつき悪いです。で、本来であればこういう密着ロンとかね、下地用のプライマーを塗ってから色を塗るのがねセオリーなんですけど、このスプレーそういうのが必要なくて、もう直接色を塗ることができる塗料です。なのでこのまま塗装やっていきます。試し拭きをしてみます。塗装のミストも細かく、肌伸びがいい反面、ちょっとのせすぎると垂らしてしまいそうなんで、垂らさないように気をつけて塗装していきます。15センチから20センチ程度離して、のせすぎないように注意して塗装していきます。およそ10分程度乾燥させて2回目を塗装していきます。さらに10分程度乾燥させて3回目塗装していきます。3回塗りでしっかり色が決まりました。仕上がりは新品パーツのような艶消し塗装ですね。続けてワイパーアーム塗装していきます。使う塗料はさっきと同じくユニコンのサッシュコートエコー980、これ使っていきます。でワイパーアーム錆落としして鉄のね地金が出ちゃってるんで、本来であればサフェーサー入れて下地をね作り直さなきゃいけないんですけど、この塗料ね結構耐久性というか耐光性というか塗装自体が結構強いんで、サフェーサー入れずにそのまま塗っちゃいます。脱脂をします。試し拭きをします。塗装ミストが細かいけど隠蔽力が低いです。色決まりが悪いからと思って追っかけて塗装をすると垂らしてしまいそうな感じがします。これも垂らさないように注意をして控えめに塗装をやっていきます。先に塗装しにくい裏側を3回塗りで仕上げていきます。30分乾燥させてから表側も3回塗りで仕上げていきます。塗装後半日乾燥させました。仕上がりは新品パーツと同じ半光沢ですね。元通り組んでいきます。
完成。プラスチックパーツは艶消しで、ワイパーアームは半光沢な仕上がりになりました。パッと見は純正新品パーツと遜色ない仕上がりですね。プラスチックパーツはしぼ模様もちゃんと生きています。で今この塗装した状態、プラスチック部品は艶消しでワイパーアームは半艶状態みたいな感じで、ちょっとね今ちぐはぐになっちゃってるんですけど、3年とか5年ぐらい経つと自然とこう、艶が引けてきたり逆に艶が出てきちゃったりとかしてちょうどよく馴染んでくれるんで、そう経年劣化して程よい感じになってくれるんで、あんまりね今この段階のちぐはぐは気にしなくても大丈夫です。勝手に馴染んでくれます。でこっちの PP バンパースプレーのやつは、バンパーっていうぐらい車のねプラスチックのバンパー部分、ああいうところも全然塗装できますし、こっちのサッシュコートっていうのは、サッシュっていうのはこの車の窓枠ね、ここのドアガラスの窓枠の部分、最近の車はサッシュテープになっちゃってるんですけど、十何年も前の車たちはここがね色で塗り分けされてたんですよね。それを塗装するためのスプレーだったからサッシュコートっていう感じで、古い車だとここ窓枠をこれで塗ることができます。あとサイドシルとか、昔の車は黒のツートンとかが多かったんで、それを塗るための塗料ですね。だからワイパー以外にも、窓枠とかサイドシルとか、車の外装に使える一液の缶スプレーです。そういうところに使えるようになってるんで耐久性はねめちゃくちゃ高いです。で今日使ったこの塗料、これはね耐久性もうバッチリです。もううちのインプレッサでね検証済みです。およそ12年ぐらい前に同じ塗料を使って塗装したカウルトップとワイパーアームです。普通に車は外置きだし高圧洗浄機とか使って洗車とかやってますけど、未だに塗装の剥がれとか錆の再発とかはありません。最近洗車してないからちょっと車が汚くてごめんなさい。僕がね塗装屋になってすぐの頃に会社にあったこれでね自分の車塗って、でも12年ぐらい経つんですかね。でも全然錆出てきてないし、でプラスチックの方も剥がれてきてないし、もうバッチリだと思います。さすがにね12年も経つと、艶があったものは艶が引けてきちゃったりとか、逆に艶消し塗装だったものは艶が出ちゃったりとか、さすがにそこまでは持たないんですけど、でも剥がれてきたりとか錆が再発はないんで、物としては間違いないものだと思うんで、これはね人におすすめできます、はい、気になる人は概要欄チェックしてみてください。君はまだまだ現役で走ってもらわなきゃ困るのからね、よろしくお願いします。もう26年前の車には見えなくなってきたんじゃないでしょうか。これ26年前の車ですからね。知らない人が見たらそれなりに最近の新車というか中古車に見えるんじゃないかな。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。